雨ですね。雨です。まあでも恵みの雨ですよね。本当になかなかね、これで多分一気に涼しくなるんじゃないでしょうか。もう気温上がらないでしょう。海水温今日でね 25.6 度です。だいぶ下がりました。これぐらいの海水温だともう多分ほとんどの魚は生きてくれると思いますが、結構降ったんで川から水が出てくるのが予想されますんで、その影響でちょっと死んじゃう魚がいるかもしれませんが、今日も頑張ってね、一日一晩冒険してみたいと思います。2番目です。1番目はワイヤー調節ミスってしまい、もうそっからかんでした。今日腰を向かう中潮なんですけど、2番目もめちゃくちゃガサきついところでめちゃくちゃワイヤー出したんですけど、軽く来てますね。この大潮の後の中潮ってね、なんか潮早い時があるんですよね。時があるというか、まあこの漁場ではいつも早いです。逃げられた。もう痩せとんな。でもまあでもカニがおるしね。いやーちょっと痩せとんな。よしとします。よいしょ。あとはこっちとこんな木は逃がしましょう。出たかな。まあガサ入ってなくてもこれだけ魚入ってくれれば全然 OK ですね。今日もおかず別種です。全部また軽く来ますね。どんどんでももうそれ1枚でいてくれさえすればいい。台湾ガザミ早っ。残念。柔らか。全然ダメやん。この2枚だけですね。これは拾える。逆であってほしかった。台湾のオスとメスです。なんで南国の方はこんなカラフルになるんですかね。最近天秤座を曲げまくってね、2日で3本曲げたんですよね。ちょっと絡め方がおかしいんかな。それはないと思うんすけどね。何がいけんのんかがわからん。もうこうなったらガサがめちゃくちゃきついとこ行ってみましょう。まあでも入らんとなったらガサきついとこ行ってもガサしか入らんでしょ。よし、一番ガサきついとこやってみました。さすがにここは軽く漕ぐようです。まあまだおるんすね。なんとか少ないですけど。カニいないですね。飯田港なんかでも結構いますね。こういうとこ飯田港多いんですよね。こう貝がやったら山盛り入ったりとか、空き缶が多いところとかね。そういうとこはやっぱタコよう湧くようですよ。また降り出しましたね。一旦やんだんですけど、今日初のいい雨ですね。これチヌも全然おらんかったしね、今まで。
天然もがいうまいですよね。昔よりしばも養殖してたんですけど、もう種まいてもできませんね今は。やっとなんかそれらしい闇が初のいいキャッチ。もうちょっとでね潮の開始なんですよね。高いところと低いところ真ん中ぐらいで潮がとろみます。そっからは東に潮が流れ始めるんで、今日はもう上り潮に期待するしかありません。また今日もいいおかずがいるじゃないですか。手頃なサイズ。これがね最近めっちゃ増えてきたんですけど、なんか忽然と姿を消してあんまり見なくなりました。これかな。でもなんか肉の色が違いますよね。白で黄色で。これどうすかね。中身入ってるでしょうか。入ってるように見えるんですけど、最近ちょっと目が薄くて見えないんですよね。ヤドカリじゃないですよね、これ中入ってんの。もしこれ中身入ってたら、これの中身入りは初めて見ました。微妙やな。砂とかでもないと思うんですけど。3本とも素晴らしい型のハムですね。めっちゃいいんですけど、カニと車エビがいませんね。いた。ちなみに無口島まで来てます。手が激しくてね、難所中の難所ですね、ここも。肝心要のカニが本当に今日は少なくて、上りになっても少ない。ちょっと悩みますけど、僕自じゃちょっとカニがいないんで、やっぱカニは丘の方が多いですね。他行ってみましょうか。それでもおらんのか。素晴らしい。食べようかな。なんだろう。まあでも席持ってるようなやつが大戸市より。いやでもここまで傘入らんとあれっすね。なんかもう道具の調子が悪いんか網破れとんかな。なんじゃろう。予備の天秤座を今つけてるんですけど、ちょっと長さが通常のと違うんですよね。2本曲げちゃったんで、予備の予備ですから、それがなんかちょっと調子が取れてないんかな。わからん。それかもう腕が悪いかですね。また痩せとるかな。
ガがきついとこを通したら一応ガサが入ってるのは入ってるんですよね。よいしょ。だから余計になんかわからんすよね。道具なんか塩なんか。鏡が酔った。自分が YouTube 始めて2年目ぐらいにね、このピンクと白セットで入ったんですよね。で白はねこの間見たんですけど、ピンクをその時以来に見ました。感動。 YouTube でいっぺん食べたんですけど、もう硬くて食べれません。しわい。またやった。もうこれで3日連続です。参った。まあ予備持ってきてるんでね、付け替えます。にしても参った。これまあ見事なまでに本当折れてくれて、天秤竿がもう折れてくれるのが一番いいのはいいんですけど、折れなかったら網がもう裂けたりしますからね。3日で4本はさすがにちょっと体力的にも精神的にもやられますね。一応できたんで再開したいと思います。もうとりあえずこれ以上負けられませんので、予備ないし魚場変えておきました。去年までね、小川、一昨年までか、小川だったとこですね。最後の絹頼みですね。絹狙い。結局汁のところがカニが一番多いというね。網の中に一つ。ただ汁が少ない。にいたんですけどね、今日はもうチヌのとこだけでしたね。他のところはもう台湾ガザミでした。でも多分今日の潮の感じだと最初ここいてもカニもチヌも入らなかったんでしょうね。では帰ります。お疲れ様でした。拾えるカニが何枚いるでしょうか。ちょっともうお気づきかもしれませんけど、はい、あちらまたやったんですか。真っ二つです。ああ、これ2つになった。おお、ほんまに折れとる。2つになるように作っとるけん、バイクのブレーキとクラッチと一緒、折れるところを作っとかんと船が行っちゃうんで、またやりましたね。3日で4本で、おお、折ったー、やったね。折るように見よう。それがいつものよらんのんですよ。よく見てください。台湾ガザミ比率が非常に高いんです。今まであんまりおらんかったけど、今年おらんのかと思ったら一気になんか台湾ガザミだらけ。なんで寒なったら台湾ガザミの方が多いんじゃない。
そしてマガネがどこ行ったか、どこやってもおったマガネが、落ちるのとこしかおらんくなっておりました。まあいっか、これだけ取れただけでもね、そうです。とんでもないもんが届いてます。でかっ、カツオすっげえ、なんじゃこれ、ブリブリプリップリじゃない、ほんまに。すっごい。ありがとうございます。ごちそうになります。ごちそうになります。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。ついに10月お祭りシーズン来ましたね。まあそれはさておいて、今週は広島方面にツーリング行ってきました。じゃん、そこで見つけましたクラフトハーブソーダ。なんか美味しそうなんで買ってみました。レモン果汁、ローズマリー、クエン酸。ただ広島で買ったにしては製造場所は鳥取県。何を割ろうかなと思ったんですけど、アードベック割ってみます。このアードベックのこのヨード香がどうなるのか。アルコール度数高いんですよね。しかもこれスモーキーでスパイシーなこのアードベックをちょっと割ってみたいと思います。アルコール度数確か57だったと思うんですけど、ではいただきます。おお、合う、うまい。アードベック単体でもうまいですけど、こっちの方がうまいというか、まあ好みでしょうけど好きかもしれません。高かったけど買ってよかったっす。これ確か1本600円ぐらいしたような。そしてアードベックを割ってよかった。カツオ丸子1匹初めてさばきましたけど、むずい、本当に難しかった。これさばくの。カツオってあんなぐちゃぐちゃなんですね。身なぜ叩きにするのかということがよく分かりました。あと鰹節でする理由もよく分かりましたね。とにかくむずいで、出汁美味しい。刺身と叩きにしてみました。まあとりあえず刺身を醤油でいただいてみたいと思います。本当に難かったこれさばくの。あ、すごい油。もうこれつけた時にもう油がすごいにじみ出てますね。いただきます。うわ、初めてやな、こんな丸子一匹を食べるの。生まれて初めてカツオ甘いと思った。甘い、油ノリノリなんでしょうね。これ甘いっすね。ただちょっと生臭い、ちょっと生臭さありますけど甘いっすね。あ、意外に脂身よりこっちの赤身の方が美味しい。生臭さがない。あ、うまい、驚き。ニンニクはいいですか？ニンニクはね、ない方が好きかもしれない。すごいなこれ。ポン酢何しようかなと思ったんですけど、今日は大阪の方にいただいた旭ポン酢でいってみたいと思います。ちょっと浜湯ポン酢とどっちか悩んだんですけど、ではいただきます。あ、うまい。あ、香ばしい。あ、でもやっぱ叩きかな、やっぱり。叩きの方が美味しいかも。なぜ叩きで食べるのかよく分かったような気がします。美味しい、叩きの方が。一番最初にやった人こっちだなと思ったはずです。これはこしらえてる時ですね、正直これうまいかなと思いましたけど、これは冗談抜きで本当にお世辞抜きで本当に美味しかったです。今回もご視聴ありがとうございました。ただこれ単体で飲むとあんまり美味しくないというね。今日はセロですか。今日はセロ。インドイコンミュージック。